皆さんこんにちは。西洋苔園の苔見沢です。今日はですね、庭の苔、こちらのですねお手入れ動画を撮っていきたいと思います。まず早速こちら、これですね。これはどういう状態かというと、こうびっしりね砂苔がこう生えてたんですけれども、これね近所の猫にやられてるんですね。なんでこんなことになるかというと、これちょっと見てわかりますかね。ちょっと汚い、申し訳ないんですけれども、ちょっとそのありのままの姿をお伝えするということで、猫がうんちしちゃうんですよね。でうんちして猫ってね隠すじゃないですか、そのうんちを。でそのちょうどいいみたいで、そのトイレのやり具合がとてもちょうどいいんでしょうね。柔らかくてトイレのうんちもとても気持ちいいんでしょうね、こうやるのがね。でこんな風にやられちゃってます。近所にねちょっと猫がいるんで、いっぱい猫がねいるところがあって、そこがねかなりその辺の猫がですねうちに来てですね、この庭をこのようにトイレ代わりにしてかなり荒らされてしまいます。順番にちょっと見ていきましょうかね。これ玄関の出てすぐのアプローチのところなんですけれども、ここもですね、このちょっと黒くなってるところ、これも猫にやられて、でもうぐちゃぐちゃに苔をかき回された後ですね、そこで一応一応その元に戻すんですけれども、綺麗にね戻せないというか、活着してくれる場合もあれば活着してくれない場合もあって、こういう風にダメージが来るようになります。こういう感じで苔もねこうやって散乱したりしますよね。こうね押さえつけておけばまた活着してくれるかもしれません。これもねひっくり返ってますね、これね。よいしょ、こういう感じですね。でここのエリアは以前こう巻き苔を一体こうしたんですね。そのエリアになっています。で今寒い時期なんで、そこまで新芽のね出方旺盛ではないんですけれども、こう見ていくとちっちゃい芽がねポツポツ出てきてくれています。ここもね冬の間この状態でちょっとずつ芽が芽吹いてきて、暖かくなる頃にはねわーっと芽吹きが旺盛になるんじゃないかなと思います。ここはですね、今日これからハイポネックスの微粉の肥料ですね、こちら与えていきたいと思います。でところどころこの竹の枝を置いていますけれども、これは猫がねトイレしないように予防策として竹の枝を取ってきて寝かせてます。この辺もねちょっと砂が下地が見えてるんで、一部張り苔してるんですけれども、全体的にもう一回巻き苔し直そうかなと思ってます。おっと、これ見えますか。ここに1個2個3個、この竹の枝を置いててもね、その間を縫って猫ちゃんが来てうんちしちゃってますね。こうなっちゃうんで、ちょっと今日ね対策を考えてまして、猫が嫌がる匂い、木作液があるんで、それをねちょっとその周りに吹きかけておこうかなと思ってます。そしてここですね、こちらもちょうどこの苔がないんですけれども、ここはアジサイがわーっと伸びてたエリアですけれども、今バツンと切ってですね、アジサイがなくなってます。また夏になるとこのまま伸びてきそうな感じしますね。ここはもうそのまま置いときます。続いてこういう感じで、今はそこまででもないんですが、落ち葉がね落ちてるところは落ち葉拾ったり
します。この辺もね、猫にやられて、ね、ちょっとこの竹の枝をでかいのを寝かせてますけれども、ここがね、だいぶほじくられるエリアだったんですね。で、ここはもう傷んでしまってますね。おしっこされて、苔が傷んでます。この辺もですね、よく猫が来て、この辺りでうんちするんですね。って感じですね。で、落ち葉も結構また落ちてるんで、拾いたいと思います。こんな感じですね。まあ、バーッと見てこんな感じです。まあ、落ち葉とか雑草とかはね、抜いておけば、落ち葉は拾って、雑草はね、抜いておけば、それで、苔自体はそこまでダメージないんですけれども、やっぱり、うちの場合は特にね、この猫が来て、この、猫の糞尿の被害がかなり一番多いですね。なので、ちょっと今までこう頭悩まされてたんですけれども、今日ね、一回ここ掃除して、で、向こう荒らされたところはね、苔を張り直して、で、木作液、効果があるかどうかっていうのもちょっと今日巻いて、検証をしていきたいと思います。で、あとですね、ここのエリア、ハイポネックスの微粉ハイポネックスですね、があるんで、ちょうどね、ここの半分から右、こっちのエリアに微粉ハイポネックスを与えてみると。こっちはそのままにしてみるということで、効果がどれだけあるのかというのも見ていきたいと思います。はい、まずはこちらのエリアですね。ここをちょっとうんちを発掘していきたいと思います。これですね。よいしょ。こんな感じですね。猫はね、このトイレ、ふかふかなところがすごい好きですよね。猫自体はね、罪はないんですけれども、なかなかご近所にね、餌付けをされる方がいて、結構そこにね、もう今何十匹も猫がいてですね、なかなか難しい問題ですよね。猫は私も好きなので可愛いなとは思うんですけれども、庭苔にはね、あまりよろしくないということで、今日もこんなに取れまして、立派なうんちをしています。猫はね、もうなんか、うんちめちゃくちゃ臭いんですよね。はい。取れましたね。続きまして、この、ボソボソになってる苔を、一通りね、戻しまして、で、また、針苔のような形になるように戻していきたいと思います。こうやってね、綺麗に生えてたのが一瞬で、ね、猫ちゃんの仕業で、一瞬でね、こんな風に無残な姿になって、一瞬でね、無残な姿になってしまうので、怖いですね。まあそもそも、ちょっともう、ここにも、ありましたね。めちゃくちゃやってるな。めちゃくちゃキャットフード食べてるのかな。よいしょ。ある程度こう裏返ったりしたやつはある程度こう戻してあげて、完璧にはね、まあ戻せないですけども、こうパッと裏返ってるようなやつはなるべくね、また上向きになるように戻してあげるというのが大事ですね。
でこういうのがね、裏返っちゃうと、もう真っ黒にそのとこなっちゃって、なかなかね、そこから復活難しいので、ある程度、できる限りね、こうやって、向きを戻してあげるというのがいいかなと思います。これもね、ここまで砂苔でもここまで伸びるのにね、とても時間かかります。これが猫ちゃんのうんちで一撃でやられちゃうんでね。よそに行ってやってくれたらいいんですけどね。どうやらこの苔の、ふかふかの苔が、うんちがやりやすいんだと思います。でね、ある程度こうやって戻せたら、ある程度、戻したら、鎮圧します。こう上から踏んであげる。またね、こう、活着しやすいように、こう、上から踏んであげると。ギュッギュッと踏んであげるのが大事です。そうするとね、まだ活着が早い感じですね。はい。これでもう、あとは様子を見るしかないですね。続いて、向こうのエリア。ここは、大丈夫かな。ここは大丈夫ですね。はい。あとは今日のところはこれで一通り大丈夫そうなので、ちょっとね、猫ちゃんが近寄れないように、猫ちゃんの対策として竹の枝をね、物理的に置いて、猫がそこでうんちできないようにですね、物理的に置いてるっていうのもあるんですけれども、それだけだとね、実際にうんちやられてたので、猫が嫌う木作液をですね、持ってきました。木作液というかですね、竹作液になるのかな。木作液より優れた除菌力ということで、ここ見ているとですね、犬、猫、小動物よけということでですね、実際に効果が見込めます。私はですね、この竹作液は山の敷きの木にですね、定期的に竹作液噴霧してですね、葉っぱの色をですね、良くさせる効果と、で防虫の効果があるので、これをよく使うんですけれども、実際にですね、犬猫虫よけという猫よけにはですね、使ったことがないんですけれどもですね、2から5倍希釈、結構濃ゆいですね。それをですね、やってみたいと思います。こちら4リットルに入るので、5倍、4リットルなので5倍に希釈するとなると 800cc ぐらいですね、入れるという感じです。メモリがあるのかな。大体でいいかなと思いますので、ここのメモリの1リットルのメモリがここにありますので、このちょっと下ぐらいまで入れちゃいましょう。だいぶ濃いですね。これ巻いておくと、猫ちゃんに効果があるんであれば、いいですね。もうちょい入れないときはですね、木作液、竹作液はですね、実際巻くとかなり匂いが残る印象があります。これぐらいでいいと思います。でですね、竹作液、木作液はかなり匂いが残る感じで、敷き見の山とかに巻いても結構ね、この匂い、独特のこの木が焼けたような匂い、
煙の匂いですねが結構ずっと残ってるんですよね。なので今回の竹作液も実際5倍希釈っていう、今までにこの5倍希釈で与えたことないので、結構匂いはきついんじゃないかなと思ってます。よし、これでよく混ぜて、よいしょ、はい、完成です。それではですね、実際にこの竹作液を今から吹きかけていきたいと思います。猫がよく通り道となる場所に重点的につけておきたいと思います。まずはこの辺りかな。これで猫がね、よく庭に侵入してくるこの塀のところに巻いてみました。これで猫がここを通るのをね、嫌がってくれれば結構効果はあるんじゃないかなと思います。続いて向こうの方にもね、竹作液ですね、巻いていきたいと思います。この玄関前のこの辺もね、よく来るので、この幅木とか石とかにかけて匂いをつけておきたいと思います。これね、この幅木のところに一通り全部巻いておきたいと思います。苔にね、さすがに苔に直接巻いちゃうと、それこそね、薬害が出そうなので、苔にはね、巻かない方がいいと思いますけれども、この木だったら問題ないですね。なるべく苔にかからないように。木にだけかけるようにしていきたいと思います。この辺なんかすごいね、この砂苔の密度が濃くてですね、綺麗ですね。このね、ここもね、よく猫が通るんで、ここにもいっぱいかけておきたいと思います。まあ、なかなかね、この猫ちゃんの問題、難しいですよね。可愛い猫ちゃんには罪はないんですが、猫ちゃんの近所トラブルとかでね、お困りの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。木作液かけておいて、ね、なるべく庭の侵入がないようになってくれるといいですよね。一通りですね、竹作液を巻きました。で、続きまして、このエリアにですね、微粉ハイポネックスを巻いていきたいと思います。で、ここからこっちだけですね、巻いて、こっちは巻かないという感じで、どれぐらい差が出るか見ていきたいと思います。でもここにですね、じょうろに、微粉ハイポネックス1万倍に溶かしたものを入れてますので、巻いていきたいと思います。こんな感じで。でですね、微粉ハイポネックスは水に溶けない成分があるので、じょうろで与えましょうということになってるんですけれども、で、水に溶かした感じはそんなにね、粉で残ってるとかそういう感じには見えなかったんで、もしかして噴霧器とかでもいけるんじゃないかなと思ってたんですね。
ですけれども、その理由が分かりました。で、なんでかっていうと、霧吹きで、苔テラリウムにですね、霧吹きで与えていたんですけれども、霧吹きがですね、ちょっと一瞬詰まったんですね。で、出がちょっと悪くなった感じでした。で、また出し続けてたら治ったんですけど、これ、そういう理由かと。詰まるんですね。その目に見えないぐらいの粒子で残ってても、その中で詰まっちゃって、水の出が悪くなるんだなというのが分かりまして。で、まあ、噴霧器でもですね、同じようにそういう症状が起こるんじゃないかなというふうに思います。おそらくその1回2回で壊れることはないんですが、多分詰まっちゃって出が悪くなっちゃったりとかするんじゃないかなと思うので、なるべくならこうやってじょうろであげましょうということですよね。で1万倍で今与えてみました。よいしょ。はい。画面ちょっとわかるかどうかわかんないですけれども、こっちもひたひたになるぐらい今ハイポネックス、微粉ハイポネックスの溶液を与えています。で、こっからこっちは与えてないですね。なので週に1回ぐらい、これもちょっとこっちを与えて、こっちを与えないという風なのを試してみてですね、どれぐらい差が出るのか見ていきたいと思います。こういう茶色くなったところですね。これは猫がおしっこをしたところになるんですけれども、でね、こう茶色くなったところって、もう一回茶色くなった苔は、砂苔はですね、もうダメになります。ダメになるんですけれども、このまま置いておくとですね、この下から頑張って新芽が出てくることもあります。それで、時間が経てばね、復活することもあるんですけれども、ダメになることもあります。ダメになると、こういうふうにですね、こう黒くなって、もう何も出てこなくなっちゃう感じになって怖い症状になります。糞もそうなんですけれども、猫のおしっこも結構怖いですね。鳥の糞なんかも同じようになるんじゃないでしょうか。糞、尿の被害ですね。これもそうですね。ここだけポツッと茶色くなってます。これ時間が経って下から新芽が出てくれば復活してくれますけれども、復活しない場合もあります。こういった感じで苔庭はですね、庭苔はですね、苔庭はですね、こういった動物のトラブルっていうのが意外に多くて、いろいろ対処していかないといけません。もう最終的にはですね、またごそっとそこを移植して植え替える、苔を張り替えるか。で、こういった感じで、巻き苔をして、で時間ちょっとかかるんですけれども、また綺麗にね、この苔の絨毯、蘇らせるか。いずれかの方法になるかなと思います。今日はですね、猫が侵入してこないように、竹削液で猫の通り道を、竹削液をかけて猫が入ってこないように、ちょっとしてみたいという、そういう実験をまずしてみたというのと、猫のですね、うんちも取り除いて、ひっくり返された苔ですね。こういった苔のメンテナンス方法などもご紹介しました。最後に、ここにですね、ここからこっちですね。に、微粉ハイポネックス1万倍、じょうろでかけて、その後どうなるか、ね、差を見てみようということで、その実験もしてみました。はい。今日はですね、何気ない、庭苔のメンテナンス風景の動画をお届けしましたけれども、皆様の庭苔も、いろいろですね、管理大変な部分もあるかもしれませんけれども、こうやって手入れしていくのもまた楽しいですので、この庭苔、きれいにですね、維持していけるように、メンテナンスしていきましょう。で私もですね、今、庭苔の苔、砂苔、灰苔も、ちょっとずつですけれども、今栽培を開始してますので、いずれですね、こういう庭苔の施工管理などもできるように、庭苔もたくさん栽培していきたいと思います。で、この自宅の庭でですね、こうやって日々
管理をして、この庭苔管理のノウハウも、私自身の家でいろいろと、チャレンジしてますので、試してますので、お役に立てることもあるかと思います。ぜひ庭苔、管理されている方は参考にしていただければ幸いです。ではですね、今日の動画この辺で締めたいと思います。この動画参考になったなと思われたらグッドボタンよろしくお願いいたします。それでまだご登録まだの方いらっしゃればですね、ぜひご登録していただきますと非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。いつもご覧いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。失礼いたします。